行ってまいります。台風一過、あんまり影響はなかったです。ただ高橋川のほとりを走ってみたら濁流がすごかったんで、川から水はもうどっと出てくると思いますね。結構な水量でした。ここら辺全然降ってないんですけどね、県南の方とか。総社の方も降ってないらしいし、福山も降ってないらしいし、でも新見からね、高橋から奥がかなり降ったらしいんで、流れ物にスクリューを蹴らないことを祈りつつ頑張りたいと思います。早速なんか蹴りましたけど、でも多分今のはボラめちゃくちゃおりますね。秋だからボラが。今日は台風全然大したことなかったんですけど、一応4日吹きましたんで、もしかしたら海藻まみれかもしれません。でもあれぐらいの風だと、今だとカワハギの新子ですかね、そういうのが海藻についてますけど、おそらく死んではないと思います。だって台風明け一発目どうでしょうか。多分海藻はないんじゃないかと思いますけど、車エビが散ってなければいいですけど。こんなに大きいのが一番子でしょう。車エビ少ないですね、2本。でもこれは台風で散ったんじゃなくて、多分自分がここへ来るのが遅かったからです。もう他の人やってますからね。ではちょっといろいろやってみましょう。ではちょっと次は川の沖の方行ってみましょう。高橋川濁流がすごかったんで、押されてちょっとカニが出てきてるかもしれないんで。ではここはどうでしょうか。おお、やっぱり来てるやん。もう川から絶対押されてるはずなんですよね。かなり濁流でしたから。グーッでっけえ。しかもオッケー。これならヤマラじゃないでしょう。地金もね、押されて出てきてますね。あれどうしてるか。でっけえゲタまでおる今日。ちなみに今日は大潮です。めちゃくちゃいいじゃないですか。連休明けっていうのもあるでしょうけどね、みんなずっと休んでたんで。これは新子ですね。やわら。お、黒エビって呼んでますけど、伊勢巻きの子出てき始めましたね。もう9月なんで。カニがナイスでした。もう下の方に隠れてるけどカニ。ここか。しばらくここやってみたいと思います。切れたらまだ移動ということで。あれぐらいの風じゃ海藻もないですね。ほんと大したことなかったですから。あれだともう設置のしけの日の方がきついぐらいですね。塩のとろみです。なんか砂を食った感じだったんですよね。もうしんどるかな。これとかもう怪しいですね。でも出た。これはもう死んじゃったかな。おかず。これはカニは一番だけだったのか。切った、よかった。周りで終わったのかと。車もおるし。
車めちゃくちゃいるじゃないですか。これはすごかったな。4匹5匹6匹7匹。もういいだこ、今日も悩むけど拾ってみましょうか。もうこんなに大きいんですからね。今日2本目のハモもなんかちょっと帰ってきたんですかね。ちょっと涼しくなるだけでね。ちなみに台風前30度だったんですけど、水温台風終わって2度下がってます。今日28度です。でもまだまだ暑いですね。大凧チャンス。ゲタでした。大きいゲタが足元に気づかんかった。ちょっと入りの悪い時間に入ったようですね。またちょっといい時間になるのを待ってまそうです。赤ゲタ消えましたしね。柔らか。この黒が出たらアウトなんですね。柔らじゃない。これはもう入ってますもんね。どう見てもこれはちゃんと自己申告して競りへ出してみましょう。あんなパターン初めてですね。中に子があるんですから、脱皮とかでも脱皮前とかでもないでしょうし、網をつけようとしたらなんかおるし。素晴らしい。1番2つ。おお、またダブル来た。ちょっと何も入らんような、ちょっとあんまり漁獲がない時間が続いてたんですけど、ハモが帰ってきた感じがちょっとありますね。これ1番4本も入ってますけど、もう4本とか1日分ですね。よっ、で OK。 潮の返しです。ちょっとボーナスここから3番ぐらい来てほしいですね。こっち来た。これは嬉しい。ただ車エビがない。網もない。ダメかと思ったけど、石がね、こんな時期におるから、普通これ冬の魚でしょ。まあでも何でもいてくれればいいんですけど、ちょっとこれだけ急いで持って行ってきます。車エビが来る予定だったんですけど、車エビ全然これ、あ、そうか、1本だけ。赤ゲタもずっと入ってなかったんで、あれから嬉しいんですけど、カニと車エビはなしで、あ、車エビは2本、カニは0でした。潮と飲んだらですね、ちょっと潮目が見えてますね。やっぱりちょっと水が来るんかもしれませんね、こっちに。ああ、シャリってしまいまし
した。塩のとろみとかにねよくやるんですよね。上がるかな。パンパン。せっかくのボーナスタイムになんてもったいないこと。もうカニ2つでもう満足。こちらはさっきのと同じ感じで、ちょっとかけたらね、赤げた入り出しましたね。まあすぐボーナスタイム終わったら入らなくなると思いますけど、いやこれはちょっと重そうだな。お、カワハギ。あれぐらいじゃ、あれぐらいの台風では死んでないと思います。できればこの1番ぐらいまで続いてほしいですけど、船止まっちゃいました。いましたけど生きるかなこれ。死ぬだけなら車エビだけの方がいいな。同じ引き数。やっぱこれ消えましたね。2番だけか。車エビは1本。大きいのに嬉しい。死ぬよりいいかも。カニはもう今日は終わりでしょうかね。これもう潮走り出したんで、ちょっといい感じではないですね。どうですか？全くない。全くありません。ゴミも？ただ、おかめちゃんのところへ行った人がようだけど、おかめちゃんも亡くなっとったし、おかめちゃんは正直ですね、ぐるぐるっともう酸素が足りたんで潜ったんでしょう。カニはこれだ。なんでこんなとこに車エビが生きとる。この車エビはこれだ。車エビ、はい、いいんじゃないでしょうか。前回の時より潮が大きいけん今日は、逃げとチヌが多めです。よかったです。ゲタもちょっとだけ多めかな。左潮になったら水が来て、必死で逃げました。お疲れ様です。皆さんお疲れ様でした。台風ほぼ影響なく、でもなんと水温2度下がりました。でも1週間ほどですぐ上がるでしょうね。下手したら30度近くまた水温上がるかもしれません。東京 IPA いただきます。帰って溶接まで済ましたんで汗だくです。おー、琥珀と金色の中間ぐらいの色。いただきます。
おお、クリーミー、泡がクリーミーです。苦味はほどほど、ちょうどいいぐらいですね。でちょっとなんか爽やかな感じですね。フルーティーな感じではないですけど、爽やかな感じのビールです。うまい。よろしいんじゃないでしょうか。車エビカツです。近所にね、金光町に明石家洋食店っていうのがあるんですよね。そこでなんかエビカツが有名らしいんで、その有名なエビカツってどんなもんなんだろうと思って、先日奥さんと母と食べに行ったんですよね。びっくりするぐらいうまかった。マジでうまかったですね。やっぱプロが作ったら、あれおそらく冷凍のブラックタイガーじゃないかと思うんですけど、あそこまでうまくなるんかと思うぐらいうまかった。本当に驚きました。でそれには勝てないでしょうけど、一応車エビで作ってみました。皆さんはウスター、とんかつソース、どちらがお好きですか？とんかつソース、ウスターソース、いただきます。車エビカツです。ご飯とエビがバリうまです。実はこれ作る前にですね、いっぺん作ってみたんですよ。これがね、うまいことつながらないんですよね。プロはどうやってるんでしょうね。明石家洋食店のはですね、これの4分の1ぐらいのこれの4分の1ぐらいの大きさのエビが10本か12本ぐらい入ってたんですよね。ようあれだけうまいことつながるなってとこばらけないですよね、切っても。でちょっとねジューシーなんですよね。どうやってあのジューシーさ出すんですかね。ただエビ自体はもちろん車エビの方が美味しいんで、これも美味しいんですけど、あの技術が分からんですよね。自家製のタルタルソースでいただきます。うますぎ。ご飯が合うでしょう、一緒に。ウスターよりもとんかつソースよりもタルタルが美味しかったです。今回もご視聴ありがとうございました。エビのプリプリさでは圧倒的に勝ったんだけど、なんかジューシーさはどっから出すんかな、あれ。揚げ方かな。でもっとなんか半生な感じよな。半生な感じやもんな。あれどうやってやるんかな。でもこの間の実験でやったやつより今回の方が倍ぐらいうまい。ここ落とした。